ご覧いただきありがとうございます。突然ですが、赤の反対色は何色かわかりますか？この反対色が分かっていると深みのある色が作れて色の表現に幅が出ますし、知っておくと色の理解が深まります。今後絵を描くときに非常に生きてくるので覚えておいて損はないです。ということで今回はそんな反対色の覚え方、深みのある色の作り方について話をしていきます。まず反対色の覚え方なんですが、一度丸を描きます。それから赤、青、黄色を三角形の形になるように配置してあげます。赤の反対色であれば、円の反対側にあたる青と黄色を足した色の緑となります。次に青の反対色ですが、赤と黄色を足した、橙色、オレンジ色ですね。そして最後に黄色の反対色、赤と青を足した紫色になります。こんな感じで反対色がわかるので、常に三原色で三角形が出来上がるんだなぁと覚えておいてください。今回はこれだけでもよかったんですが、これからは深みのある色の表現を実際に混色して試し塗りもしていきますので、よろしければもう少しお付き合いください。さあ、それでは早速塗っていきましょう。まずは三原色である赤と青と黄色を塗っていきます。今回赤い色はオペラというピンクを使っています。厳密には三原色の赤はマゼンタという色を使うんですが、今回はオペラという色がそれに近かったのでそれを使っています。これからは黄色と青を混ぜて緑色を作って塗っていきます。だいたい同じぐらいの分量の絵の具を混ぜ合わせていくとちょうどいい緑が出来上がります。ここでは他の絵の具が混ざってしまうと濁った色になってしまうので、その点に注意しましょう。今度は、赤と黄色を混ぜて橙色を作っていきます。最後に赤と青を混ぜて紫色を作ります。これからは反対色を活かしながら深みのある色を作って塗っていきます。緑にほんのりと赤を混ぜて緑みの深みのある色味を作ります。今度は赤をメインにしてほんの少し緑みを加えます。ちなみになんですけど、反対色同士で同じ分量混ぜ合わせていくと茶色みが出来上がります。それを中央のところに塗ってみます。赤と緑を足した茶色み、青とオレンジ色を足した茶色み、黄色と紫色を足した茶色み、それぞれの同じぐらいの分量を混ぜた時にどんな色味になるか、それを比べてみます。オレンジみも反対色である青をちょっとだけ混ぜて深みを出していきます。そして今度は青にほんのりとオレンジ色を混ぜて深みを出していきます。これ混ぜすぎてしまうと茶色っぽい色になってしまうので、もう本当にわずかにちょっと加えるぐらいでちょうどいいかなという感じです。次は黄色みにほんのりと紫みを混ぜて深みを出します。
さっきと反対ですけど、紫みもほんのりと黄色みを混ぜて深みを出します。そして最後に三原色ですね。赤と青と黄色。この3色を同じぐらいの分量を混ぜていったときに黒に近いグレーが出来上がるので、その色味も作ってみます。これも作るときに何かしら1色が多くなってしまうとグレーにならないので、実際に試してグレーを作る感覚を身につけていきましょう。今ちょっと茶色みが強いですね。茶色みが強い場合は青を混ぜていきます。で、青を混ぜていくと今度はちょっと青が多すぎるので、次に赤を混ぜ合わせます。そうするとだいぶグレーの色に近づいてきました。今回は反対色の覚え方とその色の作り方についてお話ししました。実際に自分で色を混ぜてみた方がより理解が深まると思うので、ぜひ試してみてください。今後も絵の描き方の動画や描く上で知っておくといい情報などを発信していく予定なので、チャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。